こんにちは、サフラン TV です。本日はサフランの阿谷忍先生にお話をお伺いさせていただければなと思っております。阿谷先生は栃木県北原発被災者 ADR の原告弁護団の団長も務めていらっしゃる方です。本日はそのお話もお伺いできればなと思っております。阿谷先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずですね、サフラン自体のお話でちょっとお伺いをしたいんですけれども、こういうサフランのような活動に関わろうと思ったきっかけ、先生ご自身のお話も含めてちょっとお伺いしてもよろしいですか？はい、サフランというのは福島の子どもたちを守る法律家ネットワークということで、2011年3月11日の原発事故が起こった後にやはり現地の高産を持つご両親であったりとか、小さいお子さんたちがどうやって自分たちの身を守っていけばいいのであろうかとか、あとは避難をしたいけれどもなかなかそういった状況にないという方々がたくさんいらっしゃったので、そういう方々を救いたいということでこのネットワークができたのですけれども、私もその事故当時5歳の子がいましたし、その直後に秋頃に妊娠してですね、自分自身もまさに子育ての中で事故が起こってしまったという中で、自分もこういう仕事を弁護士という仕事をしていますので、その専門性を生かして何かできることがないかなということでサフランに参加させていただきました。先生自身もお子さんをお持ちでということで、先生自身もやっぱり原発があって事故の後怖いなと思ったり心配されたことってすごくあったんですか？そうですね、本当に東京なんかは福島なんかよりもずっとその汚染も低いんですけれども、それでもやっぱりいろんなところでみんな友達がその汚染に受け持って測ったりであったりとか、なるべく西のものを購入したりということでもうとにかくどうすればいいのかわからないから被爆を避けようということでみんな毎日不安に過ごしてましたし、やっぱりすごく思ったのは、1人目の出産の時には汚染なんて気にする必要はなかったのに、2人目の妊娠出産の時にはそういう放射能の汚染を考えなきゃいけないっていう、この全く世界が違うっていうのが自分の中ですごく衝撃でしたね。その中で今今日ちょっとこれをメインでお伺いできればなと思ってるんですけれども、まさしく栃木県の県北の地域の原発被災者の ADR ということに取り組まれているということで、こういうことをやろうと思われたきっかけもまさしく、しかもなぜ福島ではなくて、栃木の県北というところでそういうことをやろうと思われた理由であるとか、そういうことをお伺いしてもよろしいですか？栃木というのはやっぱり福島ではないということもありますし、その栃木の県北地域自体が農業とか観光業が中心の地域なので、なかなか自分たちがそういう被爆を受けたというそういう被害があるということを自分たちの声で言い出しにくいというその地域的な特質があったんです。ただやっぱり地域というのはですね、福島からその一体性があるような場所なので、汚染はそれなりに高いんですね。なのでそういった汚染が高い中で特に子どもたちがその被爆の被害を受けてしまったというところで、住民の方たちが自分たちも何かやりたいという中で、最初は子ども被災者支援法の対象地域にしてほしいという活動をずっと続けていらっしゃったんですけれども、その子ども被災者支援法の対象地域にしてもらえなかったということがあって、それではということで、まずは自分たちが被害を受けたんだということを認めてもらうためにこの ADR をしようということで始まりました。やっぱり先生ご自身も先ほどのお話の中でお子さんがいらっしゃるということもあったと思うんですけれども、その実際に栃木県北に住まわれてる方、いろんな方のお話を聞かれてると思うんですけれども、やっぱりなんか自分に当てはめて聞ける部分とかってやっぱり多いですか？そうですね、もう本当にお父さんお母さん、小さい子を持つお父さんお母さんたちの話を聞いているともう身につまされる思いがありますし、おじいちゃんおばあちゃんの話を聞いていても、自分たちが庭で作ったお米であったりとか野菜を子どもたちに食べさせてあげられないという辛い思いをされていて、本当に自分たちの生活の基盤が失われてしまったということに皆さんすごく強い思いを持ってらっしゃいます。単純な
僕はごめんなさい、ずっと横浜に住んでる人間なので、あんまりその栃木の県北のお話をきちんとは知らないんですけども、やっぱり福島の方々ってニュースですごく出るじゃないですか。生活の基盤が壊されてしまったり、もう帰れない方もいらっしゃると。で、あんまりその特に栃木って東北地方ですらないっていうことで、あんまりスポットライトを当てられていないようにもすごく僕は思うんですけれども、そうですね、やっぱりその住んでる人たちの生活環境って変わっちゃってるんでしょうか。そうですね、もう気にしないで今まで通りの生活を続けていくようにしているっていう方もたくさんいるんですけれども、そうではなくてやっぱり子供がいるような家庭ですとそのまま避難をされてしまったという方もいらっしゃいます。ただやっぱり福島ではないので国が福島県に対してやってるようなサポートっていうのは栃木県の方々にはほとんどないという状況ですね。ちょっと砕けた質問なんですけれども、これを今までのサフラン TV で出演された弁護士の先生にも聞いてるんですが、今の先生のモチベーションって何ですか？モチベーションですか？それはそうですね、世の中もうちょっと良くなろうよっていうところですかね。なるほど、もうちょっと良くなろうよと。やっぱり子供がいて、その子供たちに受け継いでいけるようなまともな社会にしないといけないっていうのがすごく強い思いですね。自分自身が会社員をしていた時に自分の上司はその若手の社員を守ってくれなかったんですよ。それを思った時に自分はそうではなくって上の立場になった時に下の立場の人たちを守っていけるような人間になりたいと思いますし、その子供との関係で言えば自分の子供も世の中の子供たち全員が幸せに生きていけるような社会を残していってあげないと、それは大人の義務だというように思っているので、そういう意味でやれることをやっていきたいと思ってますね。なるほど。ちなみに今その栃木の県北の原発被災者 ADR で、スタッフをされてる方とか、あるいはどんな方が今関わってらっしゃるんですか？これは、サフランに所属している弁護士も何名か参加してくれていてですね、前回のサフラン TV にも参加していたヒッポーの ADR の代理にしてました小谷やその他福田という、これの弁護士たちも子育て世代なんですけれども、そういったものがやっぱり強いモチベーションを持って参加してますし、あともう一人事務局スタッフとして二見元気君という方に今参加してもらっていただいて、二見くんがいろいろその参加申込書を一つ一つチェックしてくれて対応してくれていますので、今日はちょっと特別に二見くんのことをご紹介したいと思います。どうぞ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。二見と申します。お願いします。二見さん、ちょっと2つ質問させていただきたいんですけれども、まずこういうこの ADR に関わろうと思われたきっかけとか思いとかあったら教えていただいていいですか？直接のきっかけは、このサフランの会議にちょっとだけお邪魔させていただいた時に、こういうアルバイトを今募集していますっていう、偶然そういう話を伺って、で僕も昔からっていうほど昔じゃないですけれども、原発関係のことにすごく関心を持っていたので、そういうところで勉強させてもらいたいなと思って飛び込んでいった、そういうような感じです。なんか今特に多分まさしくその今から ADR の申し立てをしようとされている方と触れ合う機会が多いかなと思うんですけれども、実際触れ合ってみて感じたことであるとか、この ADR にかける思いとかあったらお伺いしてもよろしいですか？はい、実際に直に顔と顔を合わせてお会いしているわけではないんですが、それでもその ADR に参加をするという申込書類を通してその参加する人たちの思いっていうものを今ひしひしと感じている毎日です。特にその自分たちの子供が被爆したんじゃないかとか、自分の家の周りの線量がものすごく高いとか、あるいはその事故があった次の日に避難してろうとしたら、もう道が避難する人たちの車でいっぱいでとても動けなかったとかで、避難する先でもいろんなことを心ないことを言われて傷ついた、いろんなそういう切実な思いとか声っていうものを目の当たりにして、すごくこの声に応えていかなければいけないんだろうなというふうに感じています。なるほど、分かりま
ました。ありがとうございます。本当に先生方のお話を聞いていると、なんかできることを頑張ってやらなきゃいけないんだなっていうことをすごく身につまされて感じました。本当に本日はありがとうございました。ありがとうございました。今日は、今日のサフラン TV は、今栃木県北原発被災者 ADR に参加をされている淡谷忍先生と二見元気さんにお越しいただいてお話をお伺いしました。本日はありがとうございました。